皆さん、こんにちは。ケンです。今日の動画は JLPT-N3 ぐらいのレベルです。中級レベルですね。今日の動画はこの質問カードを使って皆さんに中級レベルの日本語でたくさん質問します。皆さんは聞いてください。僕の質問を聞いてください。そしてその後に皆さん答えてください。僕も答えます。このカードの質問をした後に僕も答えます。いいですか？カードたくさんあります。僕は今日から毎日1枚カードをします。今日は1日です。今月は28日ありますから28枚、質問します。一つの動画です。これは一つの動画ですけど28枚質問カードをしましょう。いいですか？毎日続けます。毎日1枚しましょう。はい、じゃあ今日のカードいきます。皆さん、夏といえば何を思い浮かべますか？皆さん、夏といえば何を思い浮かべますか？これは季節についての話です。僕にとって夏といえばお祭りとか花火とかですね。あと海もいいですね。日本のお祭りと花火と海はすごい夏らしいと思います。僕にとってね、夏らしいと思います。皆さんはどうですか？今は冬、もうすぐ春ですけど、今は冬と春の境目ぐらいですね。最近だんだん暖かくなってきました。でもまだ僕は長袖を着ています。長袖を着ています。そんなに暑くないです。でも夏といえば暑いですよね。僕は日本人です。日本の夏は本当にジメジメして暑いです。何もしていないのに汗をかきます。それは好きじゃないけど、夏楽しいことがたくさんありますね。皆さんにとって夏といえば何ですか？夏といえば何を思い浮かべますか？はい、じゃあまた明日会いましょう。皆さんこんにちは。今日は2月2日です。じゃあ今日のカードしますよ。皆さんは朝型ですか？夜型ですか？皆さんは朝型ですか？夜型ですか？僕は昼型です。普通朝型か夜型ですけど、僕は実は朝も夜もそんなに得意じゃないです。昼が好きです。でもここに、朝型ですか夜型ですかと書いてあります。朝か夜を選ぶなら僕は朝型です。僕は子供がいますけど、もう1歳ぐらいかな。もうすぐ1歳ぐらいですね。で、子供が6ヶ月ぐらいまでは僕は毎朝3時半、4時半ぐらいに起きていました。その時は起きないといけなかったので、その時間に起きていました。めっちゃ大変でしたけどね。でも最近は息子が夜長い時間寝れるようになったので、僕は最近朝5時から6時の間に起きます。最近僕にとって朝ゆっくりです。
朝はあんまり人がいなくて静かです。だから僕は朝の方が好きです。自分は僕この人間は朝も夜もあんまり得意じゃないけど頑張って朝方をしてます。皆さんはどうですか？朝方ですか？夜型ですか？朝型人間ですか？夜型人間ですか？ちなみに僕の妻は夜型です。皆さんはどうですか？おはようございます。今日は2月3日です。今日は僕の息子もいます。おはようございます。今息子は下の方を見ていますね。はい。じゃあ今日のカードいきます。今日のカードは最近してないけど久しぶりにしたいことがありますか？皆さん、最近してないけど久しぶりにしたいことがありますか？僕はありますよ。僕はスキーがしたいです。最後にスキーをしたのは3年前、4年前かな。もう結構前です。僕たちは今台湾に住んでいます。台湾は冬の時、街に雪が全然降りません。台湾にはすごい高い山があるので、その山の山頂付近にはちょっとだけ雪が降るんですけど、街に全然雪が降りません。なので、基本的に台湾でスキーができません。なんか一つ室内のスキー場があるらしいんですけど、いやでも多分僕にとって小さすぎます。なので僕は久しぶりにスキーに行きたいですね。僕はスポーツが好きです。いろんなスポーツが好きなんですけど、最近あんまりスポーツをしてないです。運動しかしてないですね。散歩したり、走ったり、時々自転車に乗ったり、それぐらいしかしてないです。でも僕はスポーツが好きです。ここに僕の息子がいますけど、将来僕は僕の息子にいろんなスポーツをしてほしいです。皆さんはどうですか？最近してないけど久しぶりにしたいことがありますか？はい。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。よいしょ。皆さんおはようございます。ケンです。今僕は公園で運動しています。今日のカードいきましょう。ラーメン屋で食べるとき、カウンター席かテーブル席、どっちがいいですか？ラーメン屋で食べるとき、カウンター席かテーブル席、どっちがいいですか？僕は一人で行くならカウンター席の方がいいと思います。でも友達と食べに行くならテーブル席の方がいいなって思います。一人でラーメンを食べに行くときは多分ラーメン食べに行ってパパッと食べてすぐ帰りたいですね。でも友達とラーメンを食べに行くなら、ラーメンを食べながらなんかいろんな話をしたり、できますね。最近僕は全然ラーメンを食べに行ってないんですけど、
そうですね。まあ、次食べに行くなら味噌ラーメン食べに行きたいです。この辺にラーメン屋さんないんですけど、もうちょっと町の方に行ったら、美味しいラーメンがあります。まあ、次いつ行けるかわからないんですけど、まあ多分週末とかを使ってラーメンを食べに行けたらいいなって思っています。皆さんはどうですか？ラーメン屋で食べるとき、カウンター席で食べますか？それともテーブル席で食べますか？はい。じゃあ、運動の続きします。よいしょ。皆さん、おはようございます。今日は2月5日木曜日です。今朝です。夜じゃないですよ。今朝5時57分です。まだ太陽が出てきていませんね。まあ今日の日の出は多分6時半ぐらいです。だからまだ真っ暗です。まあ電気はついてますけどね。真っ暗です。はい。じゃあ、今日のカードいきますよ。今日のカード。次の家族の誕生日に何をあげたら喜んでくれると思いますか？うん。これは結構、まあ人によって意見が分かれると思います。これは人によって結構意見が分かれると思います。うん。そうですね。まあ、僕は結婚しています。子供もいますけど、じゃあ、妻に次の誕生日何かあげるとしたら、ポテトチップスですね。次の妻の誕生日に何かあげるとしたら、まあ、ポテトチップスですね。まあ、僕の妻はポテトチップスが好きです。なので、普段僕の妻があんまり食べない、ちょっと変わったポテトチップスをあげると思います。それをあげたら喜んでくれるかな。まあ、僕はそう思います。皆さんはどうですか？次の家族の誕生日に何をあげたら喜んでくれると思いますか？はい。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。僕は散歩に行ってきます。じゃあ皆さんまた明日。皆さんこんにちは。今日は2月6日金曜日です。今お昼ご飯を作っているところです。本当は朝カードをしたかったんですけど、ちょっと昼になっちゃいました。今日のカードいきます。皆さん、外国に住むことについてどう思いますか？外国に住むことについてどう思いますか？これはいいことと大変なことがあると思います。僕は外国に住むのが好きなんですけど、いいことは多分皆さんが想像するようなことですね。例えば、違う文化が経験できる。その国の美味しい食べ物が食べれる。あとは、その国の言語をたくさん勉強できる。学べる。他にもたくさんあります。でも、外国に
住むのは大変な時もあります。僕は2年前に、救急車で運ばれました。今台湾に住んでいますけど、2年前も台湾に住んでいました。で、その時に僕はすごい、気持ち悪くなって、で、もう死にそうでした。僕の妻に救急車を呼んでもらって、救急車が来てくれて、で、僕は救急車で病院に運ばれました。その時は本当に死ぬかと思いました。外国でそういうことになったら本当に大変です。大変なこともあるけど、面白いこととかいいこともたくさんあるので、僕は外国に住むのが好きです。皆さんはどう思いますか？皆さんおはようございます。今日は2月7日土曜日。今朝8時26分です。27分になりました。はい。今日僕は朝9時から仕事があります。なので、その仕事が始まる前にこのカードをしましょう。今日のカードは、ストレスが溜まった時、どうやって発散していますか？ストレスが溜まった時、どうやって発散していますか？うまくいかなくて、ストレスが溜まる時、多いと思います。僕もね、うまくいかなくて、イライラする。ストレスが溜まる。そういう時があります。でも僕は、ストレスが溜まったらよく散歩します。ほとんど毎日散歩するんですけど、でも、ちょっと全然うまくいかないなと思ったら、すぐ外に行きます。天気がいい日はいいんですけど、最近ちょっと雨ばっかりで、あんまり散歩できていません。でも、来週は天気が良さそうなので、散歩できると思います。皆さんはどうですか？ストレスが溜まった時、どうやって発散していますか？はい。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。皆さんこんにちは。今日は2月8日日曜日です。じゃあ今日のカード行きましょう。普段週末はどんな風に過ごしていますか？普段週末はどんな風に過ごしていますか？今日の質問にぴったりですね。今日は日曜日です。週末です。僕は子供が生まれる前までは、週末よく旅行してました。毎週いろんな新しいところに行ってたんですけど、子供が生まれてから僕の週末はめっちゃ変わりました。最近は次の週の余裕を作るために日曜日頑張るみたいな感じです。僕はだいたい日曜日の朝起きて、自分の勉強をします。中国語を勉強したり、あとは、YouTube のアイデアを考えたり、で、その後朝ごはんを食べます。自分の朝ごはんを食べ終わったら、僕の息子の朝ごはんと僕の妻の朝ごはんを準備します。はい。で、その後洗濯したり、掃除したり、家事しますね。で、その後にちょっと運動します。筋トレしますね。筋トレ。で、だいたい10時ぐらいにスーパーに行きます。
で、今ちょうどスーパーに行ってきたところです。いろいろ野菜とか肉とか買ってきました。で、家に帰って昼ご飯を作って食べるみたいな感じです。毎週日曜日の午後は特別な予定がないんですけど、今日は何するかな。今日はね、頑張って次の YouTube の動画を編集しようと思います。日曜日の午後は日によってやることが違います。皆さんはどうですか？普段週末どんな風に過ごしていますか？皆さんこんにちは。今日は2月9日月曜日です。今日のカードいきます。私があなたの町に行ったらどこに連れて行ってくれますか？私があなたの町に行ったらどこに連れて行ってくれますか？はい。僕が皆さんの住んでいる町に遊びに行くとします。はい。皆さんは僕をどこに連れて行ってくれますか？僕は食べるのが好きです。地元の食べ物を食べるのが好きです。それからハイキングとかいいですね。自然が好きです。皆さんが何が好きかわかりません。でも、皆さんが僕の地元に遊びに来るとします。僕の地元は瀬戸焼きそばっていうその地元の焼きそばがめっちゃ有名です。それから瀬戸市は陶器の町として知られています。瀬戸市は陶器の町として知られています。いろんなお店もあるので、その陶器のお店に連れて行きたいです。じゃあ皆さん、また明日会いましょう。また明日。皆さんこんにちは。空を見てください。いい天気ですね。今日は2月10日火曜日です。先週ずっと雨でしたね。なんか曇りの時もあったんですけど、雨が降ったり止んだりみたいな微妙な天気でした。こんなにいい天気久しぶりです。いや、やっと晴れましたよ。僕は長い間ずっと待っていました。やっと晴れました。今日、久しぶりに外に来ることができました。外で動画を撮ることができています。じゃあ今日のカードは、行ってよかった旅行先を教えてください。僕は今までにいろんなところに旅行に行ってきたんですけど、難しい。選ぶのが難しいです。行ってよかった旅行先。全部いいけど、でも今僕の頭にパッと思い浮かんだのは、オーストラリア。西オーストラリアにあるパースっていう場所。そこはね、本当に行ってよかったと思います。何が良かったかっていうと、海ですね。そこで見た海は、僕が人生で見た海の中で一番綺麗でした。その海水が透明でめっちゃ綺麗でした。それからその海の目の前にあるレストランで昼ご飯を食べたんですけど、その料理も最高でした。めっちゃ美味しかったのをまだしっかり覚えています。
8年前に行ったんですけど、まだしっかり覚えています。皆さんはどうですか？今までに、行ってよかった旅行先を教えてください。はい、じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。おはようございます。今日は2月11日水曜日です。今日のカードいきます。朝ごはんは食べるべきだと思いますか？皆さんどう思いますか？僕は食べるべきだと思います。食べた方がいいですよ。今から僕は朝ごはんを食べます。今日の朝ごはんはフレンチトーストです。ちゃんとメープルシロップもあります。これをかけて食べますけど、僕はいつも朝から元気です。朝ごはんのおかげでいつも元気です。だから朝ごはんは食べるべきだと思います。皆さんはどう思いますか？じゃあメープルシロップをかけていただきます。皆さんこんにちは。今日は2月12日です。今日は風が強いですね。今僕は街にいます。この後髪の毛を切りに行きます。じゃあ今日のカードいきます。道で財布を拾ったらどうしますか？皆さん、道で財布を拾ったらどうしますか？僕は道で財布を拾ったことがないです。そんなことがありますか？道に財布が落ちていることがありますかね？僕は歩いている時に落ちている財布見たことないですけど、普通日本だったら落ちている財布を見つけたら拾って交番に届けると思います。でもどうですかね？本当に届けますか？道で財布を拾ったらもらうような気がしますけどそれはあんまり良くないですね。常識として良くないけど、でもどうですか？道で財布を拾ったらどうしますか？僕だったらもらうかもしれません。それは冗談ですけど、皆さんはどうですか？はい、じゃあまた明日。皆さんこんにちは、ケンです。今日は2月13日金曜日です。昨日床屋に行ったんですけど、たくさん人がいて、床屋で髪の毛切れませんでした。家に帰ってきて自分で切りました。後ろは僕の妻に切ってもらいました。じゃあ今日のカードいきます。人と話すとき何を大切にしていますか？人と話すとき何を大切にしていますか？僕は人と話すとき笑顔を大切にしています。笑顔大事ですね。いろんな時があります。でも、笑顔は大切だと思います。それから、会話するときはよく質問するようにしています。皆さんはどうですか？人と話すとき何を大切にしていますか？はい、じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。おはようございます。今日は2月14日土曜日です。今日のカードいきます。最近流行っている音楽がありますか？
最近流行っている音楽がありますか？皆さんはどんな音楽を聴きますか？最近僕の中でホーリー・テレンズさんっていうオーストラリア人の音楽がすごい流行っています。皆さんの中で流行っているかどうかわかりません。でも僕の中ですごい流行ってます。すごい力強くていい音楽です。Spotify にありますね。この人、ホーリー・テレンズさん。ぜひ皆さんも聞いてみてください。はい、じゃあまた明日会いましょう。また明日。皆さんこんにちは。今日は2月15日日曜日です。今僕は空港にいます。ここで今日のカードをします。今日のカードは、朝早く起きるために何か特別なことをしていますか？皆さん朝早く起きるために何か特別なことをしていますか？僕はいつも朝5時に起きます。そんなに特別なことはないけど、朝一番好きなことをするようにしています。朝僕は運動するようにしています。僕は運動が好きです。朝運動するようにしています。皆さんはどうですか？朝早く起きるために何をしていますか？なんか特別なことをしていますか？はい、じゃあこの後飛行機に乗ってフィリピンに行ってきます。フィリピンです。3泊4日の旅行です。なのでまた明日フィリピンでカードします。じゃあ皆さんまた明日。今日は2月16日月曜日です。今僕はフィリピンのショッピングモールにいます。今日はここでカードします。今日のカード、外国人に自分の国の料理をおすすめするとしたら何をおすすめしますか？食べ物の話ですね。そうですね。皆さん多分いろんな日本料理知ってると思います。寿司とかラーメンとか知ってますよね。多分食べたこともあると思います。そうですね。僕はそばが好きです。冷たいそばが好きなんですけど、天ぷらと冷たいそばを一緒に食べると美味しいです。皆さんもぜひ天ぷらとざるそばを一緒に食べてみてください。あとはそうですね。皆さん唐揚げ知ってますよね。唐揚げも美味しいけど、チキン南蛮っていう鶏肉の料理も美味しいですよ。じゃあ皆さん、日本人に皆さんの国の料理をおすすめするとしたら何をおすすめしますか？お腹空いてきましたね。この後多分僕はフィリピンの食べ物を食べに行きます。見えますか？今僕はマニラにいます。この後フィリピンの料理を食べに行きます。すごい楽しみです。じゃあ皆さんまた明日。皆さんおはようございます。今日は2月17日火曜日です。今僕はまだフィリピンにいます。フィリピンのホテルですね。僕が泊まっているフィリピンのホテルにいます。
今日はまだ1日ずっとフィリピンにいますよ。3泊4日の3日目ですね。明日、台湾に帰ります。でも、今日は1日まだ、フィリピンの旅行を楽しめます。今日はね、いろんな予定があるので、ホテルでカードします。今ちょっと時間があるので、ここでカードします。今日のカードは、もし行けるなら、過去に戻りますか？未来に行きますか？もし行けるなら、過去に戻りますか？未来に行きますか？これは、難しいですね。今僕たちはタイムマシンがないので、簡単に100年前に行ったり、100年後に行ったりすることができません。でも、もし行けるなら、もし選ぶなら、どっちに行きたいですか？僕は両方気になります。過去も未来もどっちも見てみたいです。もし過去に行くなら、100年前、200年前、300年前、できればもっと前、2000年前とか、すごい昔に戻って、昔の生活を見てみたいです。僕は今31歳ですけど、僕が生きているこの31年間の中の昔には、戻りたくないです。もし戻るなら、1000年前、2000年前、すごい昔に戻りたいです。僕はどちらかというと、未来の方が気になります。100年後の未来、気になります。見てみたいです。どんな感じですか？今僕たちはスマホがありますけど、まだスマホがありますか？100年後もまだスマホがありますか？パソコンがまだありますか？それは気になります。皆さんはどうですか？もし行けるなら、過去に戻りますか？未来に行きますか？教えてください。はい。じゃあ、また明日会いましょう。皆さんまた明日。皆さんこんにちは。今日は2月18日水曜日です。今僕たちは空港にいます。今から台湾に帰ります。じゃあ今日のカードいきますよ。飛行機に乗るとき、座席は窓側か通路側、どっちがいいですか？皆さん、飛行機に乗るとき、座席は通路側か窓側、どっちがいいですか？今日のこのカードは僕のこの状況にぴったりですね。完璧なカードです。僕はよく通路側に座ります。僕はよくトイレに行くので、通路側に座ります。窓側は景色がいいんですけど、ちょっとトイレに行くときにめんどくさいです。隣の人にちょっとすいません、トイレに行きますとか、ちょっといいですかっていつも言わないといけないですね。めんどくさいなって思います。なので僕はいつも通路側に座ります。今回は窓側か通路側かよくわかりません。その飛行機の座席を決めませんでした。皆さんはどうですか？飛行機に乗るとき窓側に座りますか？通路側に座りますか？今日は61の A と B なので、多分一つ窓側、多分一つ通路側だと思います。
はい。で、今から台湾に帰るんですけど、フィリピンの旅行は3泊4日、すごい短い旅行だったんですけど、楽しかったです。今回は僕の妻の親戚に会いに来ました。あまり観光っていうよりも、その家族に会いに来る旅行っていう感じでした。いろんな人に会えたので、僕たちはすごい嬉しかったです。あと美味しい食べ物もいろいろ食べれたので、それも良かったなって思います。今ゲートで飛行機を待ってます。ちょっと今前の方にたくさん人が並んでいるので、もうちょっと後で行きます。結局僕は真ん中の席でした。こっちに僕の妻と息子がいます。隣にも人がいますけど、今隣の人はトイレに行きました。じゃあ、また明日会いましょう。また明日台北で会いましょう。皆さんまたね。皆さんおはようございます。今日は2月19日木曜日。今朝9時11分です。昨日の夜、僕たちはフィリピンから台湾に帰ってきました。今僕は、自分のアパートにいます。はい。じゃあ、今日のカード行きましょう。今日の質問は、第一印象を良くするために何を意識していますか？皆さん、第一印象を良くするために何を意識していますか？初めて会う人と話すとき、皆さんは何が大事だと思いますか？そういう質問ですね。僕は初めて会う人と話すとき、笑顔が大事だと思います。それから、その人についていろいろ聞くこと、いろいろ質問すること、それから目を見て話すこと、それぐらい？その3つは大事だと思います。僕はその3つを意識しています。皆さんはどうですか？初めましての時、第一印象を良くするために何を意識していますか？はい。じゃあ、また明日会いましょう。皆さんまた明日。皆さんこんにちは。今日は2月20日木曜日です。今日はちょっと寒いです。天気も微妙です。雨が降りそうです。微妙な天気ですね。たとえ雨が降っても、毎日カード続けます。たとえ雪が降っても、このカード毎日続けます。たとえ台風が来ても、毎日このカードを続けますよ。じゃあ今日のカードいきます。1年の中で皆さんにとって一番大切な日はいつですか？1年の中で皆さんにとって一番大切な日はいつですか？これは人によって全然違うと思います。そうですね。僕にとって一番大切な日は多分僕の妻の誕生日ですね。僕の誕生日も大事なんですけど、でもやっぱり僕の妻の誕生日の方が大切だと思います。僕は毎年妻の誕生日の時、仕事休みです。
自分の誕生日の時時々仕事します。でも僕の妻の誕生日がたとえ月曜日でも火曜日でも僕は休みを取ります。僕の休みは木曜日と日曜日なんですけど、たとえ僕の妻の誕生日が仕事の日、月曜日とか火曜日でも僕は休みを取ります。皆さんはどうですか？皆さんにとって、一年の中で一番大切な日はいつですか？はい。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。はい。おはようございます。今日は2月21日土曜日です。今日はね、いい天気ですよ。多分後で散歩に行きます。散歩に行く前に今日のカードしましょう。皆さん、人生最後の日、何が食べたいですか？人生最後の日、何が食べたいですか？これはめっちゃ難しい質問ですね。明日死ぬ？そして今日が人生最後の日？どうですか？その状況はなかなかないと思いますけど、寿司が食べたいと思います。多分ね。でもどうですか？僕が80歳とか90歳になって、もう無理です。明日絶対死にます。そういう時に、まだ寿司が食べたいですか？わかりません。僕は息子がいます。息子はまだ赤ちゃんです。なので、僕は今死ぬわけにはいかないです。死んだらダメですね。今僕は死ぬわけにはいかないです。皆さんはどうですか？人生最後の日、何が食べたいですか？こういう状況、難しいですけどね。まだ皆さんも若いと思います。まだ皆さんは全然80歳、90歳のおじいちゃん、おばあちゃんじゃないと思います。まだ人生でしたいことがたくさんありますね。はい。だから、この質問の答えを考えるのはちょっと難しいと思います。でも皆さん、もし今日の夜ご飯が最後の夜ご飯だったら何が食べたいですか？はい。じゃあ皆さん、また明日会いましょう。また明日。皆さん、おはようございます。今日は2月22日日曜日です。今朝6時30分ぐらいです。今日の朝6時ぐらいに走り始めて30分ぐらいずーっと走ってきました。今ちょっと疲れてます。平日の朝はやることがたくさんあってあんまり外で運動できないんですけど、日曜日の朝は外で走るようにしてます。少なくとも日曜日の朝は、外で走るようにしています。はい。では、今日のカードいきます。皆さん、日本語を勉強し始めたきっかけは何ですか？日本語を勉強し始めたきっかけは何ですか？
まあ僕は日本人ですから、ちょっと変えます。まあ今中国語を勉強しています。だから中国語を勉強し始めたきっかけについて話します。まあもともと僕は英語圏の文化と中華圏の文化に興味がありました。で、僕は、まず英語を勉強し始めました。僕がオーストラリアに住んでいた時に台湾人に出会いました。その人は僕の今の妻ですけど、その人に出会ったのをきっかけに中国語を勉強し始めました。皆さんはどうですか？まあ皆さんは日本語を勉強していると思います。皆さん日本語を勉強し始めたきっかけは何ですか？最初の理由ですね。きっかけの意味は、それを始めた一番最初の理由。皆さん日本語を勉強し始めたきっかけは何ですか？はい。じゃあ、あと30分ぐらい走ろうと思います。よし。よし、行きます。皆さんも日曜日楽しんでください。じゃあまた明日会いましょう。皆さんまた明日。はい、こんにちは。今日は2月23日月曜日です。皆さん空を見てください。いやー、今日はいい天気ですね。今日は月曜日なので仕事があるんですけど、今は昼休みの時間です。昼の休憩の時間を使って散歩に来ました。今日は本当にあったかいですよ。ね、僕も今半袖を着ています。まだ春ですけど、夏みたいな感じです。はい。じゃあ、ここで今日のカードします。はい、皆さん、お気に入りのレストランについて教えてください。お気に入りのレストランについて教えてください。皆さんはお気に入りのレストランがありますか？大好きなレストランがありますか？僕はありますよ。たくさんあるけど、そうですね。僕の地元にあるレストランをおすすめします。僕のおじいちゃんのいとこがやってるレストランです。すごい美味しいですよ。そのレストランのラーメンとカツ丼が最高に美味しいです。僕は日本に帰るたびにそのレストランに行きます。日本といっても広いですから、特に僕は実家に帰るたびにそのレストランに行きます。次実家に帰る時も絶対そのレストランに行くと思います。それぐらい大好きです。お気に入りです。皆さんのお気に入りのレストランはどこにありますか？そしてどんなレストランですか？ぜひ教えてください。はい。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。おはようございます。今日は2月24日火曜日です。今僕は朝ごはんを作っています。今日の朝ごはんはツナサンドです。今日の朝ごはんです。じゃあ今日のカードいきましょう。
もし宝くじで1億円が当たったらどうしますか？もし宝くじで1億円が当たったらどうしますか？宝くじ。僕は宝くじを買わないので当たりません。当たり前ですね。買わなかったら当たりません。皆さんはどうですか？宝くじを買いますか？もし1億円当たったらどうですかね。僕は島が欲しいんですけど、多分1億円で島が買えません。そう考えると多分、僕はいろんな国に行ってみたいですよ。何カ国か行ったことがありますけど、でもまだ行ったことがない国たくさんあります。だからもし宝くじで1億円が当たったら、いろんな国に行って、その国に住んでいる人の生活が見たいです。多分それは1億円があったら余裕でできると思います。皆さんはどうですか？もし宝くじで1億円が当たったらどうしますか？お腹空いたので朝ごはん食べます。皆さんまた明日。皆さんおはようございます。今日は2月25日水曜日です。今ちょうど朝ごはん食べ終わったところです。今から歯を磨こうと思っていますけど、その前に今日のカードをします。やる気を保つためにどんな工夫をしていますか？やる気を保つためにどんな工夫をしていますか？僕はワクワクすることをたくさん予定に入れるようにしてます。それぐらい？やる気は何かを始めるときに大事だと思います。でもやる気は結構下がりがちです。何か新しいことを始めるとき、やる気のレベルが高いですけど、でもやる気ってだんだん下がりがちですね。なので、その後はやる気を保つというより、習慣が大事だと思います。何か上手になりたい、何かできるようになりたい、そういう時、一番最初やる気が大事。わかります。でも、その後は習慣が大事だと思います。どうやってそれを習慣化するか。そっちの方がもっと大事だと思います。習慣は毎回する。ちゃんといつもする。例えば、この後僕は歯を磨きます。これは習慣です。やる気があるとかないとかじゃないです。毎日必ずします。ご飯食べたら歯を磨きます。習慣です。僕は毎日散歩します。僕は散歩が好きなんですけど、それはやる気があるとかないとかじゃないです。もう毎日必ずします。そのルーティーンみたいなこと、習慣。僕は夜寝る前にシャワーを浴びますけど、それはやる気がある。よーし、シャワーしようじゃないですね。もう毎日必ずすること。日本語上手になりたい人、同じですよ。もちろん最初はね、よし、日本語上手になりたい頑張ろうわかります。でも、その後、上手に
なるために続けないといけないです。続けるために習慣が大事です。例えば、朝起きたら、まず日本語の動画を見る。日本語のポッドキャストを聞く。会社に行くときに、例えば車の中とか電車の中でまた日本語を聞くとか、散歩をするときに日本語のポッドキャストを聞きながら散歩するとか、そういう習慣を作るといいと思います。何か上手になりたかったら、やる気も大事だけど、習慣の方がもっと大事だと思います。じゃあ、歯磨きします。僕の習慣。ご飯を食べたら歯磨きします。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。また明日。はい、おはようございます。今日は2月26日木曜日です。2月もあと3日間ですね。寂しい。もうすぐ終わっちゃう。今、ちょうど洗濯したところです。これ洗濯物をここにかけたところですね。はい、じゃあ今日のカードいきます。今日のカード。最近どんなニュースに関心を持っていますか？最近どんなニュースに関心を持っていますか？どうですか？皆さんはニュースを見ますか？僕はあんまりニュースは見ないけど、最近は為替レートに関心を持っています。為替っていうのは、今1アメリカドルは日本円でいくらですかとか、今1日本円はアメリカドルでいくらですかとか、お金の話ですね。僕は仕事でアメリカドルをもらいます。で、それを日本円に両替したり、台湾ドルに両替したりして使っています。だから僕はいつも為替レート、今レートがいくらですか、そのニュースをよく見ています。皆さんはどうですか？最近どんなニュースに関心を持っていますか？はい、じゃあ皆さんまた明日。おはようございます。今日は2月27日金曜日です。今から仕事を始めるところです。今7時50分です。その前に今日のカードします。皆さんはよく残業しますか？皆さんはよく残業しますか？僕は、必要がない残業はしません。できるだけ残業しません。皆さんはどうですか？はい。じゃあ今から仕事を始めます。皆さんまた明日。はい、こんにちは。今日は2月28日土曜日です。今月最後のカードいきます。皆さんにとって何が幸せですか？皆さんにとって何が幸せですか？これはかなり難しい質問ですけど、僕にとってありがとうって言われることがすごい嬉しいですよ。僕は頑張って動画をたくさん作っています。YouTube と Patreon でめっちゃいい動画を頑張って作っています。そして、日本語を勉強している皆さんが僕の動画を見て、それが役に立ったら僕はすごい嬉しいです。
そして皆さんが僕にありがとうって言ってくれたら、僕は本当に幸せな気持ちです。皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。この動画役に立ちましたか？役に立ったらぜひシェアしてください。それから僕は Patreon で N4 リスニングコースがあります。N3 リスニングコースも今頑張って作っています。そっちもぜひチェックしてください。はい。じゃあ、2月毎日カードしましたよ。よし、毎日しました。目標達成です。よし。じゃあ皆さんもやりたいことを毎日続けてください。頑張ってください。じゃあまた会いましょう。またね。